1980年なのだ。日本が80年間一度も破らなかったルールが今日終わったのだ。殺傷兵器の輸出禁止、それが今歴史の教科書に追いやられたのだ。80年ぶりの大転換って具体的に何が変わるの？日本が武器を売れるようになるってこと？そうなのだ。今日は3つのことがわかる動画なのだ。1つ目、戦後日本の武器輸出禁止とはそもそも何だったのか。2つ目、解禁で何がどう変わるのか。3つ目、これが日本人の暮らしと仕事にどう直撃するのか。この3点を徹底的に深掘りするのだ。正直、武器輸出って遠い世界の話に聞こえるけど、防衛産業って三菱重工とか川崎重工とか、日本の大企業が絡んでるわよね。これって経済にも関係してくる話なの？大いに関係するのだ。でもまず歴史から整理しないと本質が見えないのだ。1967年、佐藤栄作首相が武器輸出三原則を打ち出したのだ。共産圏、国連制裁国、紛争当事国には武器を売らない。これが原則だったのだ。さらに1976年、三木内閣がこれを事実上の全面禁止に拡大したのだ。50年以上も続いてたわけか。それって憲法9条と関係してるの？それとも別の話？鋭い問いなのだ。実は憲法9条は戦争放棄を規定しているけど、武器輸出禁止は憲法に書いてあるわけじゃないのだ。内閣が決めた政策に過ぎないのだ。だからこそ今回、国会の憲法改正なしに閣議決定だけで変えられたのだ。これが重要なポイントなのだ。ここで、なぜ今という問いに答えないといけないのだ。背景は3層あるのだ。第1層、ロシアのウクライナ侵攻で欧米の武器庫が空になったのだ。第2層、台湾有事リスクの高まりで日米同盟強化が急務になったのだ。第3層、米国のトランプ政権が同盟国にもっと防衛に金を使えと圧力をかけているのだ。3層全部が重なって今がそのタイミングだったってことね。でも解禁って一口に言っても全部の武器を誰にでも売れるようになるってわけじゃないんじゃない？メタンの言う通りなのだ。ちょっと例え話をするのだ。今まで日本は自分たちのキッチンで料理は作るけど外に売っちゃダメという状態だったのだ。今回の解禁は特定のお得意様だけにメニューを決めて売っていいというルールに変わったようなものなのだ。全面フリーではないのだ。具体的に何が変わったのか見ていくのだ。まず、ライセンス生産品の輸出が解禁されたのだ。例えば F3 号戦闘機の部品。日本はアメリカのライセンスを受けて F3 号の部品を作っているのだ。これまでその部品を他国に売ることは一切できなかったのだ。それが今後はできるようになるのだ。F3 号の部品って日本でも作ってたのね。それって三菱重工あたりが担ってるの？そうなのだ。三菱重工、川崎重工、IHI といった日本の重工メーカーが参加しているのだ。日本は F3 号の国際共同生産国の一員で、部品供給のサプライチェーンに組み込まれているのだ。今後は F3 号参加国、イギリス、オランダ、オーストラリアなど同盟国13カ国への部品輸出が可能になるのだ。これは日本の防衛産業にとって数千億円規模の新市場が開くことを意味するのだ。数千億円って相当な規模だわ。でもそれって同盟国限定よね。全く制限なく誰にでも売れるってわけじゃないのよね。逆に言えば、この同盟国限定という縛りが弱まっていく可能性はないのかしら。その懸念は確信をついているのだ。現在の方針では輸出先は安全保障協力関係のある同盟国、友好国に限定されているのだ。でも過去の歴史を見ると、原則禁止、限定解禁、段階的拡大というパターンがあるのだ。実際2014年に武器輸出三原則が廃止されて、防衛装備移転三原則に置き換えられた時も、最初は限定的だったのだ。その後じわじわと拡大した経緯があるのだ。もう一つ重要な変化がある。次期戦闘機の第三目輸出なのだ。日本、英国、イタリアが共同開発中の次世代戦闘機 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムのことなのだが、これを将来的に第三目に輸出することも新たに認められたのだ。この機体、2035年に就役予定で、日本が戦後初めて本格的な戦闘機を海外に売ることになる歴史的な決定なのだ。でもここに衝撃の事実が隠れているのだ。ちょっと待って、衝撃の事実って何？私が気になるのは、解禁賛成って日本国内で本当にコンセンサスが取れてるのかってことよ。世論調査では反対派も多いんじゃないの？政府が勝手に進めてるんじゃないかって思うんだけど。メタンの視点は重要なのだ。実際、日本の世論は割れているのだ。読売新聞の調査では解禁、賛成が 44%、反対
が 42% と拮抗しているのだ。朝日新聞は反対が 52% と過半数を超えているのだ。同じ日本人への調査で媒体によってここまで結果が変わる。これがメディアによる報道姿勢の違いを如実に示しているのだ。保守系メディアは抑止力強化を強調し、リベラル系メディアは歯止めが失われると懸念するのだ。さて、本題の衝撃の事実に入るのだ。GCAP の第三国輸出解禁には想定外の候補国があるのだ。それはサウジアラビアなのだ。米国はすでにサウジアラビアへの戦闘機輸出実績があり、共同開発の GCAP でもサウジを輸出先として想定しているという報道がロイターや BBC で出ているのだ。これに日本が待ったをかけられるかどうかが今後の焦点になるのだ。サウジアラビアってイエメン内戦に介入してる国じゃない。日本がそこへの武器輸出に巻き込まれたら紛争助長って批判を受けないのかしら。それこそ戦後日本が避けようとしていたことよね。そこが今回の解禁の最大のほころびなのだ。現行ルールでは紛争当事国への輸出禁止という条件が残っているのだが、サウジアラビアは直接の紛争当事国とは認定されていないのだ。米国側は主権国家の輸出判断は各国が行うという立場で、日本が拒否権を持てるかどうかは条約の細部次第なのだ。これは BBC が GCAP の最大の政治問題と指摘しているポイントなのだ。では日本人の生活への直撃を具体化するのだ。まずキャリアへの影響なのだ。防衛省のデータによると、日本の防衛産業は約3000社、従業員数約13万人規模なのだ。今回の解禁でこの産業が輸出市場に参入できれば、三菱重工、川崎重工、IHI の株価は短期的に上昇トレンドに入る可能性が高いのだ。NISA でこれらの株を持っている人は注目すべき局面なのだ。NISA で防衛株か。でも防衛産業で働いてる人だけじゃなくて、もっと広い話よね。防衛費が増えると税金も上がるんじゃない？その通りなのだ。岸田政権が決めた防衛費倍増計画、2027年度までに GDP の 2% に引き上げる。その財源として法人税、所得税、タバコ税の増税が決まっているのだ。増税時期は2024年以降とされているが、年収500万円の会社員で試算すると、年間で約5000円の負担増になると財務省試算が出ているのだ。武器輸出解禁で防衛産業が潤う一方、一般家庭にも小さくない負担が来るのだ。冒頭で80年間守り続けたルールが終わったと言ったのだ。改めて問いたいのだが、これは日本が変わったのか、それとも世界が変わって日本が追い詰められたのか、どちらなのだ。ロシアのウクライナ侵攻、中国の台湾圧力、北朝鮮の核開発、これら全てが重なった2020年代でなければこの決断はなかったのだとずんだもんは見ているのだ。では今後のシナリオを示すのだ。楽観シナリオ。日本の防衛技術が同盟国に移転され抑止力が高まり、防衛産業が成長して雇用が生まれ、技術流出リスクは厳格管理される。悲観シナリオ。サウジ島への輸出に巻き込まれ、死の承認、批判を受け、東南アジア諸国から日本への信頼が揺らぐ。ずんだもんの見立ては、最初の5年間が全てを決めるのだ。最初の輸出先と輸出品目をどう選ぶかが、この政策の成否を分けるのだ。最初の5年。ね。確かにそれが試金石になるわ。私が気になるのは、国民の半数近くが反対してる中で進んでるこの政策。もし最初の輸出先選定で大きな判断ミスがあったら、政治的な揺り戻しが起きる可能性もあるんじゃないかしら。あなたはどう思う？コメントで聞かせてほしいわ。コメントで教えてほしいのだ。解禁に賛成か、解禁に反対か、一言でいいのだ。1ヶ月後の輸出先第1号が発表された時に、また一緒に答え合わせをしようなのだ。歴史が動く瞬間を一緒に目撃しているのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを深掘り解説しているのだ。今日の動画がなるほどと思えたらチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回は GCAP の共同開発パートナーであるイギリスと日本の防衛協力の最前線を掘り下げるのだ。見逃したくなければ通知設定もオンにしてほしいのだ。